気がついていないだけですでに世界は変わっている。こんにちは、ゆうかです。5月17日の新月についての情報をお届けします。はい、改めましてこんにちは、ゆうかです。今日ね、録音してるのはインドで録音してるんですけれども、5月17日の新月っていうことで、いよいよ日本にね1ヶ月半いるので、これが配信されてる時は日本にねいるかなと、無事に着けばねと思われるんですけれども、改めまして17日の配信なんですけれども、今回牡牛座12、牡牛座で12ハウスですね。12ハウス、太陽と月が牡牛座、そして水星も牡牛座で、ステリウム、海王星がヤギ座、そして天王星が双子座であるんですね。でいっぱい星が集まってるっていうことで、12ハウスっていうのはすっごいこう無意識を扱ってるようなハウスなんで、これはもうだいぶ空気が変わる。でも空気がさ、もちろん1日で17日から変わるってことはないと思うんだけど、徐々にこう変わったり、あれなんかもう変わってるじゃんっていう風になるっていうことだと思うんだけど、いよいよもう時代が変わるっていう感じですよね。で水亀座って MC が水亀座の12度なんだけど、サビアンで13度って読む。で13度がいつも言うけどカリスマ数字っていうすごいシャープな数字で、もう未来のエネルギーがもう直行できてるっていう感じで、牡牛座の新月だから、結構今までさ当たり前って思ってきたものがなんかこう根底から覆されるっていうか、そういう感じだと思うんですよね。だけど思いっきり本当に地震が起こってこう変わるっていうよりは、あれっていう感じで、今までの常識が通用しなくなってくるっていう感じかなって思うんですよね。で特に牡牛座だから、こう安定してたもの、当たり前だと思っていたもの、例えばお金とか、心地いいと思っていたものとか、自分のペースとか、その生きてる感覚とか、そういったものが、あれもうそうしなくてもいいんだっていうような、こう常識がこう覆されていくっていうような感じの新月なんですね。もちろんこう個人レベルでもいろいろね、今まで散々潜在意識の浄化とかいろいろ言ってきて、もちろんそれもそうなんだけど、結構社会的な意味で今回は移動するんじゃないかなっていう感じがしますね。だから今までこう準備してきた方っていうのは、その新しい流れにこうどんどん乗っていけるっていう感じだと思うんだけど、社会レベルでもこう AI とか SNS とかも情報とか、表面的なことも言葉とかねみたいなものに対して、もう今までと同じじゃいられないなっていうような空気感がかなり強くなっていくだろうし、また個人レベルでも今までのキャラクターを続けることが苦しくなる。本当にね、期待に応えたり、周りに合わせすぎたり、社会の常識っていうものに対してこう自分を頑張って当てはめていく。本当は矛盾ばっかりしてるのに、こう入って言って聞いてた自分っていうのが、もう無理だ、これはできないっていう感じで、すごくこう違和感がかなり出てくるし、なんかもう実際にそれをなんて言うんでしょうね、違和感が出てきてるのをそのままほっとけないっていうか、もうあまりにも強い感じで来ちゃってるから、もしかしたら本当に突然こうもう無理ってこうバチッてスイッチがこう切れちゃったり、そういう可能性もありますよね。今
教師で仕事辞めますとかなんかそういうのもあると思いますね。なんかもう限界ですとか、そういうふうにもう無理だなっていうことがはっきりこう分かってくるっていう感じ。そしてその常識っていうのってさ、いろいろある気がするんだよね。例えば今までこう、いい学校にやっぱりいい学校に行って卒業して、そうじゃないとちゃんとお金とか取れないよとか、なんかいい家住んで貯金もたくさんあってそうじゃないとダメなんだよとか、ちゃんといい仕事ついてやってないとダメなんだよとか、そういうようなこととか、なんかそれが当たり前じゃん、それがもう常識でしょ、当たり前もきちんとしてるのが当たり前でしょっていうものが、あれもうそれをしてても生きていけなさそうだなみたいな、なんかそういう感じが見えてきたりとかね、現実的にだよっていうもう流れがちょっと出てきたり、例えば今までの常識で言ったら、例えばお金とかですよね。お金がの価値観っていうのがすごく変わってきたりだとかする可能性もあるし、だからいろんな自分の中でベースで当たり前で、それが安心で、それでも普通であるっていうものがこうなくなっていくっていう、もう、崩壊し始めていくっていう感じで、それはいろんな方向性から来ると思うので、なんかこうはっきりさこう無理に答えを出そうとしなくてもいいのかもしれないですよね。でもなんとなく今まで違うなっていう感じ。そしてこう頭で理解するよりも体の感覚の方が先に知っているかもしれないですよね。だからもうちょっと調子が悪くなる可能性もあるから、ちゃんと休んだりこう自然に行ったり静かな時間を持ったり、あんまり周りの情報を入れちゃうと、怖くて心配って思っちゃう可能性もあるので、あんまり入れなくてもいいかもしれないですね。そうで本当に突然世界崩壊っていうことはないと思うけど、ただ今までの常識の土台が本当に入れ替わってくるって思うんですよ。で例えばだけど、私とかさ、日本人で、今インドに住んでますけど、普通で言ったらもう常識外れって言ったらあれなんですけど、常識的じゃないわけですよね。例えば子供が今インターナショナルスクールインドの学校に行かさせていただいてますけど、日本の公立に行くのが普通じゃないですか、普通で。あとそういうこうなんて言うんでしょうね、何が今の次の時代に必要なのかっていうことをこう感じていくと、私たちの場合はもう本当にインターナショナルコミュニケーションがまずとにかく重要であるっていうこととか、本人がこう発想、とにかく自分の感覚を大事にして生きれるかどうかっていうのがすごく重要だと思ってるから、そういう教育に切り替えているわけなんですけど、普通の日本社会で言ったらもういやちょっともう何やってんのみたいな感じに見えるわけじゃないですか。だからそういう常識を覆す、例えば私たちとか家を持ってるけどどんどん引っ越す、そういう家を持ってて安定するっていうことは安定じゃないっていうのを知ってるからどんどん引っ越すわけですよね。でそういうなんていうのかな、常識的な考え方っていうのはこれからの時代の考え方じゃないっていうんですかね。もっとフレキシブルに自分自身を信じて生きていかなければならないような時代に突入していると思うので、本当にこれは個人個人でちょっと違うと思うんですけれども、なんか元からあったものっていうのは切り替わっていくんだなっていうのをちょっと心に留めておく必要があるかなっていうふうに思います。そしてもう12ハウスなんで、やっぱり今までと同様やっぱり潜在意識の浄化っていうのがどうしても入ってくると思うんで、
そちらの方もちょっと注目をしていただけたらいいかなと思います。では、優香でした。次回もお楽しみに。あとですね、今日本に帰ってきたということで個人セッションをやっております。で、枠がちょっとだいぶ少なくなってきてるんですけれども、もし個人セッションをやりたいという方がいましたら、概要欄の方に、連絡先を書いておきますのでご連絡ください。また6月21日にサウンドヒーリングのイベントを高尾で開催する予定でおりますので、こちらも同じように概要欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。では、優香でした。ありがとうございます。次回をお楽しみに。